朝6時に起床して、この日はプノンペンからアンコールワットのあるシェムリアップまでバスで移動します。グラブを呼んでロビーで少し待たせてもらうことにしました。トゥクトゥクが来たので、これからバスのオフィスに移動します。今回もね、またジャイアントアイビスのバスを予約しました。7時50分にジャイアントアイビスのバスのオフィスに到着したら、もうすでにバスが来ていて、で係の人にこれに乗ってと言われて、すぐにバスに乗ってしまいました。ただね、すごい小さいマイクロバスで、これでもう6時間も7時間も乗ってシェムリアップまで行くのかなと思ってたんですが、それはねちょっと違ったみたいです。10分くらい走って郊外にあるジャイアントアイビスのバスターミナルに到着しました。左側のが乗ってきたマイクロバスで、右にあるのがこれから乗るバスです。このターミナルがハブになっていて、ここからいろんな場所に出発するみたいでしたね。座席はこんな感じで、シートピッチは広め。本当は窓側が良かったのですが、結構バスが混んでいて窓側は取れませんでした。まあいいでしょう。2時間ほど走ってどこだかわからない休憩所に到着。まだ出発してから2時間しか経っていなかったので、そんなにお腹も空いていないし、ブラブラすることにしました。バンガローが良かったですね。窓から過ぎ去っていく景色の全てが新鮮で、車窓を見ているだけで一瞬で時間が過ぎ去っていきました。移動すること自体を楽しめると、旅がより楽しくなりますね。この日僕の隣に座っていたのがカタールから来た方で、その方にカタールの音楽の話を聞いたり YouTube を見せてもらったりして、結構有意義な時間になりました。最初に休憩してからまだ2時間半くらいしか経っていないのですが、もう一度休憩になりました。カンボジアでは休憩が流行っているみたい。また特にやることもないので、鳥を観察することにしました。この鳥は足が長いな。鳥はどこかに行ってしまったので、次はお土産屋さんを観察することにしました。観察して特に面白いことはありませんでした。なぜならお土産しか売ってないからですね。木彫りの置物が大量に売っていたのですが、これ買う人はいるんですかね。これ持って帰るのすごい大変だと思いますよ。
お土産屋さんの裏手はテラスになっていて、そこからの眺めがとても素晴らしかったので、今度は景色を観察することにしました。水牛がいました。これは飼われている水牛なのか野生の水牛なのかわからなかったのですが、結構大きいですよ。30分くらい休憩時間があって再度出発することになりました。牛が多くなってきましたね。7時間くらいバスに乗ってシェムリアップの町に到着しました。アンコールワットの麓の町のシェムリアップに到着しました。なんかね、プノンペンとは全く違って、こっちはかなりのんびりした街ですね。なんかバス降りたらすぐトゥクトゥクがいて、でグラブと一緒の料金でいいよっていうので、まあだったらいいやということでトゥクトゥクに乗りました。風が気持ちいい。なんかすごいところ来た。マジかこれ。これはね、単に道を間違えたみたい。トゥクトゥクで15分くらい走って今日から泊まるホテルに到着しました。
でシェムリアップのホテルにチェックインしました。めちゃくちゃ良くないですかこれ。ベッドがこんな感じで、こんな大きな窓がついていて、でこれはクローゼットね。でベランダ、なんかベランダから天気が良ければアンコールワットが見えるって言ってました。でこっちがバスルーム、バスタブもついてる。なんかバスタブついてる部屋1個しかないみたいなんだけど、なんかそれにしてくれたみたいです。ちょっと荷物を片付けるなどして街の散策に出かけてこようかなと思います。